雪のように色が白く可愛らしい白雪姫。けれども悪いお妃が妬んで姫を殺そうとします。さあ大変。白雪姫は森へ逃げ込んで、そこで7人の小人たちに会いますが、さてどうなることやら。白雪姫。原作グリム兄弟。昔々寒い冬のことでした。お城のお妃様が黒い木枠のはまった窓に寄りかかって縫い取りをしていました。あら、雪が降ってきたわと空を見上げた途端、ちくり。お妃様は針で指を刺しました。真っ赤な血が白い雪の上に滴りました。お妃様は思いました。この雪のように色が白く、この血のように赤いほっぺをし、窓枠の木のように髪の黒い赤ちゃんが欲しいわ。間もなくその願い通りの子が生まれました。王様とお妃様はその子に白雪姫という名前をつけてやりました。かわいいお姫様が生まれたので、国中の人たちもおめでとうおめでとうと喜び合いました。お城の中にはいつも楽しそうな笑い声が聞こえました。お妃様は大好きな縫い取りをしたり、赤ちゃんの白雪姫をあやしたりします。王様はその2人を見ては嬉しそうに微笑むのでした。白雪姫を真ん中にして2人はますます仲良く幸せに暮らしました。ところが良いことばかりは続きませんでした。お妃様は急に重い病気になりました。王様もお城の人たちも一生懸命看病しましたが、亡くなってしまいました。お妃様が亡くなって1年経ちました。王様は新しいお妃と結婚することになりました。新しいお妃はわがままで意地悪な人でした。自分の顔が美しいことを何よりも自慢にしていました。自分より美しい人がもしいるとしたら我慢がなりませんでした。それで自分が持っている不思議な鏡に向かって始終聞いてみるのでした。鏡よ鏡よ、国中で一番きれいな人は誰でしょう。お妃様、あなたが一番きれいです。といつも鏡は答えました。それを聞くとお妃はほっとするのでした。白雪姫はだんだん大きくなり、美しく育っていきました。お城の庭に咲き乱れるたくさんの花々もそっとささやき合いました。まあ、かわいらしいこと。なんて美しいお姫様でしょう。小鳥も白雪姫を見るとピーチクピーチク、優しいかわいいお姫様と嬉しそうにさえずりました。ある日お妃はまた鏡に聞きました。鏡よ鏡よ、国中で一番きれいなのは誰でしょう。すると鏡は答えました。お妃様、あなたもおきれいです。でも白雪姫はもっともっときれいです。お妃はびっくりしました。途端に顔が青ざめ、そしてまたすぐ悔しくて真っ赤になりました。
白雪姫が憎らしくて、胸の中がカッカと燃えるようでした。夜も昼もそればかり考えてじっとしていられなくなりました。とうとうお妃は白雪姫を殺そうと思いつきました。それで狩人を呼び寄せて言いました。白雪姫を森の中へ連れて行きなさい。あの子は嫌な子です。私はもう見たくない。はい、それでは森へお連れしましょう。それだけではいけない。あの子を刀で刺し殺しなさい。お姫様を刺し殺す？狩人はぎょっとしてお妃を見上げました。何、嫌だというのかい？お妃は狩人をにらみつけました。いいえ、狩人は口ごもりました。あの美しい白雪姫を刺し殺すなんて思っただけでもゾッとします。嫌とは言わせぬ。白雪姫を殺したらその証拠にあの子の灰と肝を持ってくるのです。はい、承知しました。狩人は仕方なしに白雪姫を森へ連れ出しました。何も知らない白雪姫は、あら、森に連れて行ってくださるの？嬉しいわ。とうさぎのように飛び跳ねて狩人について森へやってきました。まあ、大きな木、大きな枝、緑がいっぱい。美しい瞳を輝かせて白雪姫は言いました。ああ、こんなかわいい子を刺し殺すのか。狩人はため息をつきましたが、思い切って刀を抜き姫の胸を突き刺そうとしました。白雪姫はびっくりして泣き泣き言いました。狩人さん、お願い、私を殺さないで。私はもう絶対お城へ帰りませんから。涙をためた白雪姫のその美しいこと、狩人にはもうとても殺せませんでした。狩人は刀を鞘に収めました。それではお姫様、もっともっと森の奥へお逃げなさい。ありがとう、狩人さん。急ぐのですよ。走って、走って。白雪姫は狩人に見送られて森の奥へと走っていきました。かわいそうに、森には恐ろしい獣がいる。すぐに食べられてしまうかもしれないのになあ、と狩人は思いました。けれども美しい白雪姫を自分が殺さずに済んだのでほっとしました。ああ、しかし灰と肝をどうしよう。殺した証拠に灰と肝を悪いお妃に見せなければなりません。狩人が困って考えていると、ちょうどその時イノシシがこちらへ走ってきます。しめた。狩人はイノシシをぐさっと仕留め、その灰と肝を切り取ってお城に持ち帰りました。お妃様、これが白雪姫の灰と肝でございます。お妃はそれを煮込んで食べてしまいました。白雪姫は一りぼっちになりました。行けば行くほど薄暗い大きな森が続いています。もう怖くて怖くてたまりません。石っころをふみふみ、
茨の間をかき分け、夢中で走り続けました。恐ろしい獣がそばを通りましたが、白雪姫がとても可愛らしかったからでしょう。何もしませんでした。やがて夕方になりました。走って走って、もうおしまいと思った時、おや？すぐ向こうに小さな家が見えます。キノコのようなかわいい家です。白雪姫はそばへ行って、そーっと中を覗きました。あら、誰もいないみたい。誰のお家かしらん。白雪姫は恐る恐る中へ入ってみました。まあ、なんてかわいいお家。本当に置いてあるものは何もかも小さい家でした。白い切れのかかった小さいテーブル、その上に乗っている7枚の小さいお皿、お皿についている小さい7本のスプーン、きちんと並んでいる7本の小さいナイフとフォーク、壁際には真っ白なカバーのかかった7つの小さいベッドが並んでいます。ずいぶんきれい好きな人たちが住んでいるんだわ、きっと、と姫は思いました。お皿には野菜とパン、コップには赤いぶどう酒が入っています。まあ、おいしそうだこと。白雪姫はお腹がペコペコでした。喉もカラカラでした。黙って取って食べるのは悪いけれど、まず1番目のお皿から野菜とパンを少し取って食べました。2番目のコップからぶどう酒を少し飲みました。そうやって7つのお皿とコップからじゅんぐりに少しずつ食べたり飲んだりしました。なぜって、どれか一つから全部取って食べたらその人がかわいそうだと思ったからです。おいしかった。なんだか眠くなっちゃった。白雪姫は壁際に並んだ小さい7つのベッドに横になりました。そしてぐっすり眠りました。暗くなった頃、この家に住んでいる人たちが帰ってきました。それは7人の小人でした。小人たちは山の中で鉄や金を掘っているのです。家に入ると7人の小人たちは小さい7つの明かりをつけました。途端に小人たちは一斉に叫び立てました。おや、おかしいぞ。朝出かけた時と家の様子が少し違っているのに気がついたのです。誰が僕の椅子に腰掛けたんだ？誰が僕のパンをちぎったんだ？誰が僕の野菜を取って食べたんだ？誰が僕のフォークで刺したんだ？誰が僕のナイフで切ったんだ？誰が僕のコップから飲んだんだ？おや、僕のベッドで誰かが寝ているぞ。と7人は口々に叫びました。みんながベッドのそばに駆け寄って明かりを差しかけました。すると、かわいい美しい女の子がすやすや眠っているではありませんか。あれまあ、なんてきれいな子だろう。見たこともないよ。やはだ疲れているんだな。眠らせておこうじゃないか。ああ、この子が起きるまでな。朝になりました。白雪姫が目を覚ましました。
小人が7人、自分の周りを取り囲んでいます。白雪姫はびっくりして目をパチパチさせました。ごめんなさい。私、とても疲れてたので。いいんだよ、いいんだよ。疲れは取れたかい？小人たちが優しく言ってくれたので、白雪姫はほっとしました。なんていう名前なんだい？私、白雪姫っていうの。ほう、そうするとあんたはお姫様なのかい？どうしてこんな森の中へやってきたんだい？遊びに来て迷子になったのかい？小人たちは代わる代わる聞きました。いいえ。白雪姫はふさふさした黒い髪の毛を振って話し出しました。私、お城に住んでたの。私の小さい時、私のお母様が亡くなったの。それで、お父様が新しいお妃をおもらいになったの。そのお妃が自分を殺させようとしたこと、狩人が自分を助けてくれたこと、それから一日中森を駆け回ってやっとこの小さい家を見つけたことを詳しく小人たちに話しました。かわいそうに。そのお妃はなんていう悪いやつだ。この子をそんな悪いやつらのいるお城には返すことができないな。そうともそうとも。この子をこのうちに置いてやろうじゃないか。小人たちは口々に言いました。どうせうちにいてもらうなら、この子にうちの世話を頼もうよ。そうだな。この子も一日一人でじっとしているよりはいいかもしれないよ。そうだな。料理をしたり洗濯をしたりベッドを直したり。縫い物をしたり編み物をしたり。どうだね。あんたやってみる気がおありかい？やりますとも。喜んで。それから毎朝、白雪姫は小人たちが山へ出かけていくと、吐いたり吹いたり、一生懸命家の中をきちんと片付けました。小人たちが山から帰ってくると、テーブルの上にはほかほかとスープの湯気が立っています。白雪姫と小人たちはみんなでテーブルを囲んで夕食を始めます。一口すするとみんなは「ほほうまいうまい。とてもおいしいや。あんたはなかなか料理が上手だね。みんなに褒められて白雪姫は嬉しそうに微笑みます。一日中一人ぼっちで寂しいだろうね。いいえ、私、皆さんのお世話ができてとても楽しいわ。だがね、姫や気をつけなくちゃいけないよ。間もなくお妃にはあんたがここにいることがわかると思うよ。そうそう、じきに知れ渡ってしまうよ。だからね、決して誰が来ても家の中へ入れてはいけないよ。そうだよ。あいつが来たら大変だよ。親切な小人たちはいろいろと心配してくれます。わかったわ。気をつけます。絶対誰も入れたりはしないわ。毎朝、7人の小人たちは、じゃあね、行ってくるよ。留守番頼むよ。僕たちの注意を忘れちゃいけないよ。と言っては仕事に出かけていきました。いってらっしゃい。白雪姫は窓から手を振ります。
よく気をつけてお留守番するわ。早く帰ってね。小人たちも手を振ります。さて、お城のお妃は白雪姫はもういない。今度こそ自分が国一番の美人だと思って聞きました。鏡よ鏡よ、国中で一番きれいなのは誰ですか？すると鏡は答えました。お妃様、あなたもおきれいです。でも森の奥の7人の小人の家にいる白雪姫はもっともっときれいです。お妃はびっくり仰天。怒って手当たり次第床に物を投げつけました。不思議な鏡は嘘をつきません。白雪姫はまだ生きている。狩人のやつ、私を騙したな。お妃の眉はきっとつり上がりました。よし、なんとしてでもあの子を生かしておくものか。悪いお妃はいろいろと考えました。そして顔に絵の具を塗り、物売りのおばあさんに化けて7人の小人の家にやってきました。トン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 、戸を叩きました。どなた？白雪姫が窓から顔を出しました。お嬢ちゃんに合うきれいな品物がいっぱいあるよ。ごらん、こんなきれいな紐を。七色の絹糸で編んだ紐を一本取り出して白雪姫に見せました。まあ、きれい！白雪姫は目を見張りました。思わず缶抜きを外して戸を開けてしまいました。おばあさんに化けたお妃が部屋の中へ入ってきました。私が上手に紐を締めてあげよう。さあさあ、こっちを向いてごらん。白雪姫は親切なおばあさんだと思ってお妃の言いなりになりました。お妃は姫の体にぐるりと紐を回し、素早くぐいぐいと締め付けました。苦しいわ。とうとう白雪姫は息ができなくなってばったり床に倒れました。これで私がこの国で一番の美人だよ。と気味悪く笑いながらお妃は急いで小人の家を出て行きました。間もなく小人たちが帰ってきました。家の中へ入った途端、みんなはあっと驚きました。かわいい白雪姫が倒れているではありませんか。身動き一つしない白雪姫をみんなで抱き上げました。すると紐できつく締め付けられたので息ができないのが分かりました。小人たちは紐を2つに切りました。すると姫がだんだん息をし始めて、やがて生き返ってきました。小人たちは姫に留守中の様子を聞きました。そいつは妃だ。物売りのばあさんに化けてきたんだよ。もう決して誰も家に入れてはいけないよ。きっとだよ。と何度も言って聞かせました。お妃はお城に帰ると早速鏡に聞いてみました。鏡は言いました。お妃様、あなたもおきれいです。でも森の奥の7人の小人の家にいる白雪姫はもっともっときれいです。お妃の胸は真っ赤に燃えました。よーし、今度こそ。
お妃は今度は毒のある櫛をこしらえたのです。それから前とは違う着物を着、別のおばあさんになったふりをして森へ行きました。白雪姫は一度は断ったのですが、まあ見るだけ見てごらんよ。きれいな櫛だから。と言われて、うっかりまた戸を開けてしまいました。その櫛でお妃が白雪姫の髪を溶かしたので、毒が回って姫はまた気を失って倒れてしまいました。小人たちが帰ってきて櫛を見つけました。櫛を引き抜くと姫はすぐに生き返りました。この櫛に毒が塗ってあったのだよ。今度こそ誰が来ても家に入れてはいけないよ。と小人たちは白雪姫に言って聞かせました。お妃はお城に帰ると早速鏡に聞きました。鏡よ鏡よ、国中で一番きれいなのは誰ですか？すると鏡は答えました。お妃様、あなたもおきれいです。でも森の奥の7人の小人の家にいる白雪姫はもっともっときれいです。なんだって？お妃は悔しさに体がガタガタ震えました。まだあの子は生きている。よし、どんなにしてもあの子を生かしておくものか。たとえ私の命がなくなっても。すごいお妃の顔でした。お妃はまたまた悪知恵を働かせました。白雪姫に毒を入れたリンゴを食べさせようと思いついたのです。お城には暗い気味の悪い部屋があって、そこには誰もやってきません。お妃はそこへ閉じこもってあれこれと工夫をしました。亀の中に毒薬を入れて混ぜ合わせたり、どうやったらリンゴを本物らしく見せられるかなどと夢中でやってみました。とうとう毒リンゴが一つできました。半分はつやつやと真っ赤なリンゴ、その半分は白いリンゴ。真っ赤な方に毒を入れて、白い方にピタッとつけました。外から見るとそれはおいしそうなリンゴに見えました。よしよし、うまくいった。お妃はにやりと笑うと、たくさんの本物のリンゴの中にそれを混ぜてカゴに入れました。よし、今度こそうまくやってやるぞ。お妃は顔に絵の具を塗り、今度はリンゴ売りのおばあさんのふりをしました。そうしてまた森の奥の小人たちの家にやってきました。トン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 。リンゴ売りに化けたお妃が戸を叩きました。白雪姫が窓から顔を出しました。あら、リンゴ売りのおばあさんね。でもね、誰も家に入れることはできないの。7人の小人さんがいけないっていうの。いいよいいよ、いらないものを売りつけたりはしないんだから。でもちょっとごらんよ。ほら、おいしそうなリンゴだろう。お妃は白雪姫に見えるようにリンゴのカゴを高く差し上げました。まあ、ほんとおいしそうなリンゴ。そりゃあもう、一口食べたらほっぺたが落っこちるほどおいしいよ。どうだね、匂いだけでも嗅いでみたら。白雪姫は
だんだんその気になりました。このかごを部屋に置いただけで、部屋中がリンゴの甘い匂いでいっぱいになるよ。そうね。じゃあ。姫はつられて、また戸を開けてしまいました。お妃は素早く中へ入りました。ほらどう？一つあげよう。ダメなの。何にももらっちゃいけないって小人さんたちが言ってるの。大丈夫だよ。二人で半分こしよう。お妃はパカッとリンゴを2つに割って、毒のある赤い方を姫にやり、自分は白い方をかじってみせました。リンゴ売りのおばあさんがサクサクとおいしそうにリンゴを食べるのを見ていると、白雪姫はもう我慢ができませんでした。渡された赤いリンゴを一口かじりました。と、たちまち姫はばったり床に倒れてしまいました。ひひひひ。もう小人だってどうすることもできないさ。お妃はにやりと笑いました。やがて夕方、小人たちが帰ってきました。わあ、白雪姫が。みんなはびっくりして姫を抱き起こしました。けれども今度はもう息は止まり、胸はことりとも音がしませんでした。まだどこかに毒のあるものでもあるかと探してみました。紐をほどいたり、櫛で髪をすいたり、体を水とぶどう酒で洗ったりしました。でも姫は生き返りませんでした。小人たちは泣き泣き白雪姫を棺に乗せました。棺を取り囲んで3日3晩はおいおい声を上げて泣き明かしました。まるで生きてるみたいじゃないか。ほっぺたなんかつやつやしてる。この子を土にうずめるなんてあんまりだ。そうだ、そんなことできやしないよ。小人たちは言い合いました。小人たちはどこからでも見えるように透き通ったガラスの棺を作り、その中に姫を寝かせました。棺の上には金の字で白雪姫と名前を書き、誰にもお姫様だということがわかるようにしておきました。その棺を山の上に置いて、いつでも小人の一人が番をしました。白雪姫の棺の周りには動物たちも集まってきて泣き悲しみました。こうして白雪姫は長い長い間じっと眠っていました。雪のように色が白く、血のように頬が赤く、真っ黒な木のような黒い髪をしたままで、ある時一人の王子が森の中に迷い込んできました。そして山の上のガラスの棺を見つけました。なんという美しいお姫様だろう。小人さん、僕にこの棺を譲ってくれませんか、と頼みました。でも小人たちは首を振りました。世界中の金をみんなもらっても、この棺だけは譲れません。それじゃあ贈り物として僕にください。僕はもう白雪姫を見ないでは生きていられないのです。僕はこの棺を一生大事に守ります。王子の一生懸命な願いに小人たちは気の毒になりました。とうとう王子に棺をあげることにしました。王子は家来に棺を担がせて山を降りました。小人たちもお別れを惜しんで一緒に山を降りていきました。
棺が揺れるたびに王子も小人たちも心配してハラハラしました。そら、静かに丁寧に運んでくれ。王子は家来たちに言いました。小人たちもそっとそっとそっとと口の中でつぶやきながら歩きました。ところがぎくり、家来が木の根につまずきました。ぐらぐらっと棺が揺れました。その弾みにどうでしょう、棺の中の白雪姫の口からひょいっと飛び出たものがあります。それは姫が噛み砕いた毒リンゴでした。しばらくすると白雪姫がパッと目を開きました。やがて姫は棺の蓋を高く持ち上げて立ち上がったではありませんか。みんなはびっくりしてそっと草の上に寝かせました。でも白雪姫は元気よく叫びました。私、どこにいるの？王子はもう嬉しさでいっぱいになりました。あなたは僕のそばにいるのです。小人たちと王子は代わる代わる今までのことを話して聞かせました。世界中で僕が好きなのはあなただけです。どうぞ僕と結婚してください。結婚ですって？まあ。白雪姫はぽっと頬を赤くしました。お嫌ですか？王子が心配そうに聞きました。いいえ、私もあなたが。と言いかけてうつむいたその白い顔の美しいこと。小人たちが言いました。白雪姫はあなたが好きなのですよ。ね、そうでしょう、お姫様。白雪姫はにっこり微笑みました。王子は姫を自分の馬に乗せました。小人たちに見送られながら、二人は幸せそうに遠ざかっていきました。二人は無事にお城へ着きました。白雪姫が美しいので王様も大喜び。二人の結婚式はそれは立派でした。国中がお祝いで沸き返るようでした。その日の白雪姫の美しさ、清らかさはとても口では言えないほどでした。二人はそれから長く長く幸せに暮らしたということです。リマエ辰野律子役、正源寺よし子文。